のちゃん、金子でございます。ということで、今日なんですけども、今日市場に行ったんですけど、いつも市場にあるんですけど、行くたびにね、ってこう通り過ぎるんですけど、今日ふとね、ちょっと気になっちゃった食材があるんですよ。それがこちら。おお、これ。大将、これおいくらっすか？いや、持ってってもらって大丈夫ですあ、マジっすか？はい。やった。本マグロの頭、マジっすか？いいんすか？はい、ぜひぜひ。やった。使ってください。よいしょ。これですね、本マグロの頭と尻尾。これいつもマグロ屋さん行くと下にボテンって置いてあるんですよ。で、今日思い切って聞いてみたんですよ。これいくらなんですかって聞いたら、もう金子くんだったらタダでいいよってことでいただきました。お魚屋さんとかに売ってるのを見ると、大体頭1個500円とか、で売ってることが多いです。本来ね、これ捨てる部位なんですって。なので今日の動画のテーマはですね、捨てるであろうマグロの尻尾と頭からどれだけ美味しそうな料理ができるのかというテーマでやらせていただきたいと思います。いいじゃないですか、たまにこういう企画も。撮影費0円でございます。嬉しい。さて、じゃあ開けていきますか、まずはね。お、鮮度も良さそう。ほら、まだお刺身でも食べれそうですよ。ちょっと軽く洗いますね。はい、尻尾ですね。すげえでかい。これ何キロぐらいなの？ 80 キロから100キロぐらいの大型のマグロですね。ちょっと頭は香ります。まあでもこの表面が香ってる感じですね。よいしょ。うわ、重っ。半端じゃないでかさですね。頭と尻尾だけで10キロ以上はありますね。じゃあまずは尻尾の方からやっていきましょう。まず尻尾はここの付け根にしか肉がありませんので、この尻尾の泳ぐところ、ここ切っちゃいます。よいしょ。はい、落ちました。で、このね、骨のこうプルプルの髄液、ここも食べれるんですよ。ただ僕嫌いです。なんかね、鼻水みたいなんですよ。このクラゲみたいな。食べる人は食べるんですけど、僕は苦手。はい、こういう感じ。脂ありますよね。いいマグロですよ。そしたらマグロの尻尾の骨、こう入ってます。十字に入ってます。なのでこの十字に入ってる1、2、3、4、ここ取っていきますね。まず皮切っていきます。皮もお硬いですね。これ剥がして外していくって感じですね。最初皮剥いちゃった方がいいかな。はい、1本取れました。こんな感じのお肉ですね。でも尻尾の肉なんでかなり筋っこいです。こういう感じでどんどん取っていきます。はい、尻尾からこのように肉が取れました。かなり量ありますよ。1キロ以上取れましたね。で、この骨についてる身は剥いていきましょうか。結構ね、取れると思うんですよね。こういうちょっと骨の隙間に入り込んでるところ、俗に言う中落ちですよね。こことか脂あってうまそう。で、この皮目のところもしっかりと。で、こう筋は入らないように、筋は残して、肉だけをこそげ取っていくと。1品目のメニューが決まりましたね。ネギトロ丼。これ作りましょう。本当のネギトロ丼。ネギトロってネギとマグロが入ってるからネギトロじゃなくて、こうやって身をねぎり取るっていうところからネギトロってついたみたいですよ。ネギが入ってると美味しいんで、よくネギも一緒に添えられてるんで、ネギとマグロでネギトロなんだなっていう風に思われがちですけど、実はそういう由来があるんですよ。はい、取れましたと。でね、今回こういう骨とか頭とか尻尾は畑に埋めます。これも土の栄養になってもらって、でその土で作物を育てて、でその野菜も動画で使って活用していくと。僕そういうことをしてます今。そういうのが今一番楽しいです。完璧ガーデニングメンタル。さあお次はよいしょ。大変な頭ですよ。これ難しいんですよね。でこの頭ラッキーなのがここが残ってるじゃないですか。ここにはですね、マグロの美味しい部位、頭肉というものが入ってます。2本こうやって牙のようにね、シュッと入ってるんですけど、ここがめちゃくちゃうまいんですよ。なんで2品目はマグロの頭肉の握り、これでいきましょう。頭肉取りますか。どこだっけな、もう久しぶりだからな、マグロの頭さばくの。確かね、ここら辺から入ってると思う。ちょっとガイドラインだけつけちゃいますね。で皮だけ剥いちゃいます。やっぱ台湾包丁使いやすい。ほら見えてきましたね。ここに骨が1本入ってまして、でそこの横に2本身が入ってます。これが頭肉なんです。なので骨の隙間から包丁をこうやって入れていき、うまく取れるかな。
でここの部位は本当知る人ぞ知る部位で、脂がすごく乗ってるんですけど、でもねくどくないんですよ。ここ本当に美味しいですよ。僕もねマグロの部位で大好きな部位の一つです。たまにねお魚屋さんとか行くとマグロの頭肉の切り落としとか売ってるんで、見かけたら僕買っちゃいますね。ほらこんなに大きいのがズコッと取れる。これ頭肉めっちゃうまいです。で頭肉は少し筋っこいんですけど、そんなに尻尾の筋ほど気になりません。そうか、やっぱマグロ屋さんとかもわざわざここまでは取らないんですよね。なんでここが残ってるっていうね、ラッキーですよ。一柵取れちゃいますからね。本来捨てる部位でもねこうやってちゃんと美味しいところが存在するんですよ。おい2本目。そしたらまだここに残ってるんで、残ったところはカキカキと、全然さっきと油の質が違いますよね。この尻尾のところと、もうこっちの頭肉の方が油がギットギト。しっかりこうやってねぎり取っていきます。うわうまそう。もう上等ですこれ。はい、じゃあこういう風に頭肉が取れましたら、次は目玉取りますか。これが大変なんだよな。目玉どうやっていこうな。逆にこういう小手羽の方が取りやすいかも。ここに刺しちゃって、ちっちゃいやつの方が取りやすいわ。ちょっと目玉が取れますので、苦手な方はスキップでお願いします。ここの目玉がねめちゃくちゃうまいんですよ。しかもこの本マグロの目玉ってめっちゃうまいんですよ。トロットロでね脂があって最高にうまいんです。はい、取れました。これが目玉ですね。この目玉のここに脂がたくさんついてますね。で目玉のここ肉、ここの脂と肉のセット、ここがたまらんくうまい。そしたら目玉の真横、次ここですね。ここに頬肉がついてます。マグロの頬肉って聞いたことありませんか？それはもう目玉の横、ここにこう三日月型に入ってます。なのでこうやって包丁を入れていきます。はい、こんな感じで本当にお月様のような形になってます。でこうやって皮を剥がすと、ほら出てきました。これが頬肉で、頬肉をこうやってこそげ取っていきます。頬肉はお刺身とかにはそんな向いてないような気がします。フライとかソテーとかそういうものに合いますね。やっぱ鮮度がいいんでまだ真っ赤っかですね。そしたら反対側も一緒のことします。せーのよっ。こっちは結構破壊されてますね。はい、取れましたと。目玉場所さえ分かれば簡単に包丁入っていきます。ここですね。ここに1本ザーッと入れます。斜めには入るんですけど、縦にはもう絶対入んないんですよ。でちょっと場所がずれても入れません。こう触ってプニプニするところ、そこが頬肉なので、プニプニっとしたら斜めに包丁を入れて三日月型に包丁を入れていくってことですね。で最初はまず浅く入ってますんで、浅く入れていって、付け根に行くにつれてこうやって肉が厚くなってきますので、骨を沿って頬肉を外していくっていう意味ですね。はい、頬肉2枚目。はい、そしたらまだ食べれるとこはあります。ここですね、顎肉。ここも食べられます。ここはノコギリで切っちゃいます。1匹に1個しかないところですね。これ僕食べたことそんなにないんですけど、煮付けとかにすると意外とつつけば身はあります。珍味ですね。ほんでこの前僕大間にマグロを釣りに行った時に大間の漁師さんに聞いたんですけど、頭でこれね本当にみんな知らないんじゃないかな、こんなとこ食べるのっていう部位があるんですよ。それがちょっと分かりにくいけど、ここです。ここ開けて、このビラビラ分かります？これこのエラのベラベラ、こっちとこっちに2つついてるんですけど、ここがプルプルしててうまいと。本当に知る人ぞ知る部位で、マグロの頭を買ってく人もこのビラビラがついてないとクレーム入れるぐらい、マグロの頭についてるこの2本のビラビラはうまいらしい。もう今回食べてみますね。何して食べたら美味しいって言ってたかな。煮付けだっけな、照り焼きだっけな、うまいって言ってました。ちょっと外してみますね。ここです。これこの部位、今日はこれ煮付けてみましょうか。プルプルしてそうなんで。はい、っていう感じですかね。あとまだ食べれるとこ厳密にはあるとは思うんですけど、この顎のちょっと残ってるところとか、おおよそ食べれるところは取りました。はい、ではこのようにおろし終わりましたと。ここが尻尾の肉で、ここ2本が頭肉、これが中落ちで、これがエラ膜っていうのかな、漁師さんから聞いたところ。目玉、顎肉、頬肉ですね。なので今日は頭肉でお寿司、お刺身、中落ちでネギトロ丼、そして尻尾の肉で結構ありますもんね、唐揚げで、あとここの部位は全部煮付けでいきたいと思います。マグロの煮付け大好き。そしたらその前にこのマグロの頭、これを埋めに行きましょうか。じゃあ畑に移動。穴掘りましたね。そこにドーン。これはなかなか分解に時間がかかりそうですね。
で普通に埋めるだけでもまあ分解はできるんですけど、カルスっていうこう微生物資材を入れると土の中の微生物がもう爆増してより早く分解してくれるんですよ。これがこの中にカルスが入ってます。これバーッとカルス巻いて、これも微生物です。でこのカルスにさらに米ぬか、これを混ぜるともうさらに効果が倍増ということでね、米ぬかとカルスを巻いて、であとは土をかぶすと。でもさすがにこのマグロはね半年から1年ぐらいかかると思う。なんで来年ここになんか木を1個植えようかな。はい、こういう感じで埋めていきます。はい、ではお鍋にお酒600入れます。お醤油を400で、ザラメをこのぐらいで、お水を200で、生姜を加えて沸騰させます。そしたらちょっとお掃除します。血生臭そうなところは取っちゃいます。で、皮はちょっと硬いので、こうやってすき引きみたいにして、このギンギンのところを剥がしちゃいますね。こうやっておおよそのところをこうやって取っちゃいます。結構この白いところまで取っちゃってもいいかも。かなり硬いわ。ここまでめくっちゃった方がいいですね。はい、じゃあプルプルになりました。で、ここの部分はかなり酸化が進んでますので、ここは取っちゃいます。むき出しになってた部分なのでね、衛生的にもあまりよろしくないということで、煮付けにした時にね、ポロッと思わず食べてしまいますので、この状態で取っておきます。そうするととっても綺麗ですね。衛生的にも良いマグロの煮付けが食べられますね。こういう料理においてこういう細かいところってね、すげえ大事なんですよ。自分で作ってる場合でも、この気持ちよく食べれるかどうかっていうね、大事なことかなと思います。はい、では、いい感じに沸騰しましたので、ここにまずはほほ肉、あご肉、目玉、そしてエラ膜、これを入れていきます。で、これで20分ほど火を通します。はい、では20分経過しました。いい感じに熱が入りました。めちゃくちゃいい匂いする。うわー、これは大成功の予感ですよ。ほら、プルンプルンですね。ほほ肉もいい感じですね。ここで火を止めて、で最後にこうみりんを入れると。で、このみりんを最後に入れることで、マグロの肉が硬くなりにくいんですって。はい、これで1時間ほど味を染みさせれば、マグロの煮付けの完成。そしたら次は唐揚げの漬け地作っていきます。日本酒、にんにくですね。で、生姜も入れたいんですけど、ちょっと生姜がさっきの煮付けで全部使っちゃったんで、畑から取りに行ってきます。はい、では久しぶりに登場。僕の木が植わってる畑で、ここにね3月か4月ぐらいに生姜の種芋を植えたんですよ。そしたらほら、これ例えば生姜ですよ。生姜結構太めに育ってますね。こんな芋を何個か植えといたんですけど、ここら辺できてそうなんでちょっと抜いてみますか。いきますよ。うわ、すげえ、ほら見て、ちゃんと生姜、すごくね、これ普通に生姜じゃん。これが種芋かな。で、種から出てきた、ほら新生姜できましたね。いや、畑あるといいわ。ちょっとしょうがないからで取りに来れるのがいいな。まだあとねこう1個あるんで、これは残しておきましょうか。種芋もこれ食べれそうですけどね。腐ってないんでこれ食べれそうですよ。これ持っていきましょう。はい、これができるから畑はいいんですよ。生姜ってこれ意外と簡単にできるんですね。種芋をポッと植えといただけでできましたね。肥料とかも特に何にもあげてないんですけどね、これはね植えとくのありですわ。そしたら生姜もスリスリします。自分で育てた生姜なんで愛着があるんで気持ち多めに入れちゃう。うわー、めっちゃいい匂い。取れたていいね。で、お醤油も少しで、ここにこの尻尾のお肉ですね。4本もいらないので今日は1本だけ使っていきます。で、ここむき出しの部分、ここは衛生的によろしくないのでカット。で、この白いところかなり筋硬いです。ここは取っちゃいます。そしたら一口大にカット。どうなんですかね、初めてやってみます。美味しそうですけどね、お刺身でもいけそうなぐらいの感じですよ。はい、ようけできました。これがあと3本できますから。そしたらこれを少しなじませておきます。その間にネギトロ丼を作りましょう。そしたらマグロの身で、ここに芽ネギも入れちゃいましょうか。芽ネギ入れてこういう風に切っていきます。これがうまいんだ。これ巻物にしてもね相当うまいですから。このある程度叩いて、
はい、こんな感じ。そしたらこれを丼を用意して、あらかじめ作っておいた酢飯をのせます。そしたらこの上にネギトロをのせて、ご飯が見えなくなるように盛り付けると。で、中央に菊。これネギトロ丼の完成。お次、頭肉をいきましょうか。頭肉もまずはここトリミングします。ちょっともったいないんですけど、ここは汚いので。そしたらこの筋ですね、表面の筋も取っていきます。こういう表面の筋もこうやって書いてあげればネギトロできますんでね。この表面の膜を切ってあげれば、ほらもうこれでね、一柵できちゃうんですよ。はい、こんな感じ。そしたらこれを切っていくんですけど、少し成形します。ここら辺で落として形をきれいにしていきます。で、握りなので大きさはこのぐらいに切っていきます。少し厚めでいきましょう。せっかくなんでね、このぐらい。はい、そしたら筋っこいので筋を切るように切れ込みを入れていきます。どうなんでしょう、頭肉のお寿司。これ食べたことないな。お寿司屋さんでも出てきたことないですね。筋っこいからやっぱネタには合わないのかな。何事もね、やってみないと分かりませんので、今日は挑戦してみましょう。なんたって無料ですから。これ今日仲のいいお魚屋さんでいただきましたけど、これね、マグロの頭って意外と捨ててるところ多いんで、もしかしたら普通にもらえるお店とかもあるかもしれません。お金出せば500円から1000円ぐらいで売ってると思います。わさびは僕のわさび、気まぐれ涙。このわさびをすって食べるっていう経験を皆さんにしてほしい。セカンドチャンネルに動画が上がってますんで、わさび興味のある方はぜひ見てください。こちらの動画になっております。そしてわさびをすってお皿用意。今日は巻き寿司っぽくささでは握っていきますね。久しぶりだな。今日はエンボス手袋でいきます。これつけると握りやすい。ちょっとシャリも大玉で、今日は白酢ですね。うまそう。どんどん握っていきます。今日はテーマは巻き寿司なんで、ちょっと大きめのシャリでいきますよ。大玉で作っていきます。脇を揃えて整える。脇を整えて親指で上にシャリがいかないように押さえて、こうですね。スタッフ用にサビ抜きも作っておきます。はい、これが頭肉の握り。うまそうじゃないですか。ツヤツヤしててね、まん丸しております。まん丸してて可愛いお寿司になりましたね。で、お刺身も少し取っておきましょう。はい、これで頭肉のお刺身とお寿司の完成。そしたら次は唐揚げですね。唐揚げというより一口竜田揚げみたいなイメージのものを作りたいと思います。下味のついたマグロを片栗粉に、僕の憎き片栗粉。僕の動画をつい最近見出したよって方は、なんで片栗粉が憎いんだと思いますよね。僕はですね、この片栗粉の触る感触が大嫌いでですね、毎回素手では触りたくないんです。私はそういう欠点があります。魚料理って片栗粉必須じゃないですか。なのに素手では触れないっていう不便だわ。はい、煮付けもいい感じに味が染みております。この顎肉のとこめちゃくちゃうまそう。そしてこのね、知る人ぞ知る部位、このマグロの目玉。これはね、ちょっとねグロテスクなんですけど、騙されたと思って一回食べてみてほしい。びっくりするから。もうね、味を知ったらスーパーとかであの見た目が売ってても、うわ気持ち悪いより先にうまそうが来ますから。でこれがね、謎の部位、エラマク。漁師さんが美味しいよって言ってたところ、気になりますね。ここは気になる。確かにプルプルだ。はい、これでマグロの煮付けの完成。では揚げていきます。はい、このように綺麗な色目がついたら OK。 でここにマヨでわさびでちょこっとお塩で混ぜ混ぜと。はい、わさびマヨの完成。はい、これでマグロの竜田揚げの完成。
はい、じゃあ完成いただきます。はい、ではこちら0円でいただいたマグロの頭と尻尾で作ったお料理でございます。いやー、結構量ができましたね。まだマグロ半分くらいしか使ってませんのでね。じゃあまずお寿司からいきますね。めちゃくちゃうまそうじゃん。ここいきますか。つやっつや、醤油につけていただきます。うわ、めちゃくちゃうまい。うわ、頭肉うまっ。もっと筋っこくてお寿司に向いてないかなと思ったんですが、ちゃんと筋を切るように切れ込み入れましたんで、筋気になりませんね。で、逆にこの筋があることで口の中で酢飯とこうなんだろうな、絡まり合うというか、普通の中トロとか大トロのお寿司じゃないうまさがありますね。で、香りがめちゃくちゃいい。やっぱね、鮮度のいい頭肉めっちゃ美味しいわ。しかも俺今日天然本マグロなんでもう身質はもう間違いなく美味しい。これはうまいですよ。まあでもここまでやる手間がね大変ですよね。次シンプルにお刺身で、これ見てください、この脂ののり。いただきます。うわ、うまっ。まあ、白米欲しいな。やっぱくどくないんだよな、頭肉って。大トロとか中トロとはまるで油の質が違う。さらっとしてますよね。なんでここまで違うんでしょうね。じゃあ次、竜田揚げいきましょう。わさびマヨにつけていただきます。めっちゃうまっ。待って、これやばい。神がかってるぐらいうまい。毎回俺尻尾だけだったらあれ捨てるんだったらもらってこようかな。めちゃくちゃうまいんだけど。うわ、全く血生臭くない。で、筋も一切気にならない。マグロの筋って加熱すると柔らかくなりますよね。これは美味しいな。で、マグロの血合いとかでこれ作ってもね、またうまいんですよ。これはちょっと早めにこれいただいてもいいですか。でん、ギーのやつ。もうちょっと待てないわ。てか、なんで全部食べてから飲むっていうテイストにしたんだろう。最初、初期の頃の俺。最初に開ければいいじゃない。今からでも遅くないですか。最初に開けるっていうスタイルにしてもいいですか。ちょっと本当にお願いです。9年間ぐらいやり続けてきたことをここに来て変えようとしてます。じゃあ注いでいきます。さあ、最初飲みたいもんな。料理頑張ってお疲れ様でグイッといってから食べるのがいいわな。はい、こちら7代のいただきます。うめえ、合いますね。これスタッフのまかないでも作ってあげよう。次、ネギトロ丼。これ絶対美味しいよ。もうわかるもん俺。醤油さっとかけてここら辺を掴んでいただきます。うまい。やべえ、これあかんあかんあかん。こんな食べたらリバウンドしてまう。でもこの芽ネギ入れるのめっちゃいいんですよ。なかなか芽ネギ売ってないんですけど、今日冷蔵庫にたまたま入っててよかった。中落ちってさ、最強ですよね。魚でも肉でも骨に近い部位が一番うまい。これは間違いない。次、今日のメインディッシュです。最初にこのエラ膜いっていいですか。このブリンブリンのところ、ここです。これがうまいらしい。いただきます。何これ。確かにうまい。分かった。これね、食感はね、お餅みたいな感じです。でもしっかり味がある。マグロの香りがすごい強い。ちょっと鮮度悪いとここ匂うかもしれませんね。エラの近くのデリケートな部位なんで、本当に新鮮な頭の個体じゃないと食べれないのかなっていう感じ。これはめちゃくちゃうまい。次、ほほ肉いきましょう。ほほ肉はホロホロですね。マグロのほほ肉いただきます。うまっ。やっぱ好きだな。ホロホロ、絶妙です。みりん後入れにしたんでやっぱ柔らかいですね。次、顎肉もほら柔らかい。こちらコラーゲンプリップリ。いただきます。すごい味が一気に変わった。かなりこってりとした油になりました。これマグロのカマの一番先っぽなので、やっぱり味わいはカマトロとかそういうところに近いです。ほほ肉とか頭肉とは全く油の質、味、香り違います。面白いですね。このマグロ上か下かでここまで変わるんですね。次、最後目玉ですね。この中のドゥルンとしたとこもうまいんですけど、ここね、やっぱここなんですよ。この油と肉のところ、これがねやべえんすよ。
本当にうまいんです、ここが。ちょっととろみがねついてる感じ。いただきます。うわもう優勝です、これが。うめえ結局目玉が一番うまい。あ、うまっ、やばいな、やっぱ久しぶりに食べたけどうまっ。これなかなかね、目玉っていう商品が売ってないんだ。それも本マグロの目玉を探そうとするともっと難しい。キハダとかメバチだったらまああるかもしれないですけど、本マグロの目玉は本当に希少で、やっぱ味がうまいわ。とろっとしてね、でとろっとしてるだけじゃないんですよね。この油のところはとろっととろけて、でこのお肉のところはね、もうまたホロホロしてうまいんですよ。煮付けとよく合う。贅沢しちゃってるな。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は0円で市場でいただきましたマグロの頭と尻尾を使ってフルコース作ってみましたけども、めちゃくちゃ美味しかった。マグロの美味しさ知ってる僕からしたら、それはうまいわなっていう動画でした。本当にお魚よく食べる方だと、この部位がどれだけやっぱ美味しい部位なのかってこう部位を見ただけでわかると思います。やっぱりああいうところがうまいんだよな。ただね、手間がかかるんだ。僕もこのスタジオで広いキッチンなので、ああやってマグロの頭とか尻尾をねさばくことできましたけど、僕自宅だとねあれはできないですね。アラもあれ大きなアラが出ますからね。あれをね生ゴミの日とかに出そうとすると、あれだけで袋いっぱいになっちゃうし、結構ね匂いもするんですよ。なんでああいう畑とかあるとまたアラも活用できるんでいいなと思って、今日はこういう企画やらせていただきました。結構市場に行くとね、アラとかって廃棄されてるんですよ。そういう廃棄のもので美味しい料理作るっていう企画、また人気でしたら仲のいいお魚屋さん結構いますので、今日はアラちょうだいって言っていただいてきて、また料理作っていきたいと思います。肥料にもなるしね、僕はね早く土を触りたいんですよ。いい土を作ってそこで野菜を育てたい。今魚さばきメンタルと同じぐらい野菜を育てたいメンタルが来てますからね。またそういう動画もね、セカのチャンネルで上がると思いますので、僕のもう一個のチャンネル、気まぐれクックのサボり場、こちらの方もチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。